今日ドライブしているエミーラなんですけれど、ロータス社のね最後のガソリンエンジン搭載のモデルになるということで、ちょっとね寂しい気がするんですけど、このアルミボンドアーキテクチャを採用したモデルからね、とってもライトウェイトで素晴らしいハンドリングな軽快なねマシンたちをリリースしてきたロータス社なんで、このエミーラに関してはねそういったモデルとは全然違って、とてもコンフォートなインテリアで、もうねエリーゼとかはもうアルミむき出しで、ほぼねレーシングカーにストリート用のシートをつけたような、そんなスパルタンなねスポーツカーだったんですけれど、このエミーラに関してはねもう最新のポルシェやフェラーリ、そういったね高級なスポーツカーとほぼ同等と言っていい素晴らしいね高級感のあるインテリアを備えています。ですからこのねドライバーズシートにパッとこう座ってね、ステアリングについてるエンブレムを見ない限り、ちょっとね今までのロータスのイメージじゃないんですね。やっぱり日常でも使い勝手が良くて毎日乗れる、そういったねところを考慮して開発されたそうで、それもねすごく納得いくなっていう、この室内のね静粛性の高さといい、それから乗り心地の良さといいで、決してねドライバーに対して気を使わせない、ちょうどね手のひらサイズって言ったら変ですけど、全長も短くて全幅もそれなりにね大きくはなったにせよ、それでもね1900ミリ以内に収まっているというこのコンパクトさ、このサイズ感がねとってもいい感じです。このねサイズ感の良さは、先日ワインディングをねちょっと走ってきたんですけれど、いつもね走る低速コーナーと中速コーナーが連続する、攻めるとねハードなそういったハンドリングを試せるステージなんですけど、たまたまね天気予報は晴れだったんですけれども、実際ね現場に到着してみたらすごく濃い霧が出ていて、路面はフルウェットだったんですね。ですからそんな中ねちょっとグリップ感をね確かめながら恐る恐る走り始めたんですけど、いやー驚いちゃったのは、そんなね過酷な状況の中でもうほぼねドライ路面と変わらないって言っていいぐらいのものすごいハイペースで走れちゃったんですね。でこれはやはりドライバーに対してねステアリングを通して伝わってくるインフォメーション、それからシートをね介して伝わるインフォメーションがとても豊富なこと、その結果とてもね安心感が増して、さらに4つのタイヤのグリップの変化や車のね荷重コントロールをするための姿勢のG フォースですね、前後時左右時、それがね正確にドライバーに伝わってくるんで、なおかつねタイヤのグリップ感の高さがとてもね自然な感じで、いやもうきっとね助手席にもしどなたか乗せて走っていたら、目をつぶっててもらったらとてもフルウェットの路面を走ってるってね思えないぐらい、ものすごく強烈なね縦 G 横 G を感じたと思うんですね。やっぱりねそういうハンドリングの素晴らしさやね、ドライバーに対してたくさんのインフォメーションを与えてくれる車作り、これがね長年培った技術とそれから経験、
それをもとにね、ロータスのエンジニアたちが車を最終的に仕立て上げられたっていうところが、このロータスエミーラの一番のね、売りだと思います。そしてなおかつね、今回はこの日常使いの使い勝手の良さまでね、身につけているんで、そしてね、このちょっとね、過激な、まるで一瞬ね、パッとフェラーリと見間違えちゃうぐらい美しいスポーツカー、いやスポーツカーっていうよりはスーパーカーに近いデザインをまとってるんですよね。このデザインにね、惹かれる方もすごく多いと思いますけど、まあ空力的にもね、すごくよくできていると思います。それはね、高速道路を走った時にとってもね、静粛性が高くて、これは空気抵抗本当にないんだなっていうのをね、風の起きる音でも体感できますし、このね、低いドライバーポジションなんですけど、実はね、エリーゼとかと比べるとだいぶヒップポイント高くなってるんですよね。それでもね、やっぱりスポーツカーらしい着座位置の高さなんで、若干ね、エリーゼと比べちゃうと、そういったね、ピュアなスポーツ感とかソリッド感とか当然ね、スポイルされてはいるんですけれども、あちらはね、正直言って日常使いはほぼ絶望的というかね、ラゲージスペースもないですし、もちろんね、乗り心地もスパルタンだし、なおかつ車のね、この室内に入ってくる音ですよね。これがね、またいろんな音がね、入ってくるんですよね。逆にね、そういったね、野生味のあるところも、ロータスがね、作る車の魅力の一つだったんですけれども、このエミーラからはね、もうコンフォートな GT といっても過言ではないぐらいの快適性まで手に入れたんで、その分実はね、ウェイトという部分で失ってるところは大きいんですけれど、そこはね、もう全く性格の違うスポーツカーとして捉えれば、むしろね、このエミーラの存在のおかげでロータスというね、車に触れる人の幅がとっても広くなったとも言えると思います。今回ね、ドライブしてるこちらのファーストエディションに関しては AMG 製の直列4気筒シングルターボエンジンが搭載されていて、このエンジンがね、またとってもトルクフルでね、ワインディングではね、びっくりするぐらいの速さ、加速の良さを発揮したんですね。2リッターっていうね、排気量と直列4気筒っていうキャラクターから想像すると、もっとね、ギャンギャンに回してパワーを絞り出すタイプなのかって想像はしてたんですけれど、実際ね、走り始めたら430ニュートンメーターっていうね、決してね、数値だけ見るとものすごいっていうトルクではないんですけど、やはりね、この 1.4 トンしかないウェイト、この車重のね、車を引っ張るには十分なトルクだったんですね。ですからピークパワーに関してはね、365馬力っていう、うわびっくりっていうぐらいのスペックではもちろんなくて、0-100キロ加速もね、スペックシートでは 4.4 秒って書いてありましたから、そういったね、キャラクターをこう頭でイメージすると、そこまでね、びっくりするような速いスポーツカーっていうイメージは乗る前からなかったんですけれど、でもね、こういったね、数字にはやっぱりマジックがあって、一発の速さだけっていうのはね、もちろんタイヤも垂れてないし、車も垂れてないし、そこそこウェイトがある車でもタイヤのね、性能がものすごく上がりましたから、そういった部分でね、ごまかせちゃうんですけど、でもね、連続走行してみると、いわゆる耐久レースのような走り方ですよね。そういったね、走り方をした時、もちろんエンジンも垂れてきてパワーも落ちてくる。それからサスペンションもだんだん動きが熱で鈍くなってくる。そして一番影響を受けるのはタイヤで、やはりタイヤの表面温度、内圧が上がってきた時に、当然パキッとね、カチッとしたようなフィーリングからちょっと
ソフトでニュルっとしたね、そういったフィーリングに変化していって、当然車の運動性能の高さがだんだんと下がってくるっていう、そういう、僕たちにはね垂れてくるっていうんですけれど、そういったねちょっと若干連続走行で車の性能が落ちてくるなっていうところで、このエミーラに関してはね全く変わらなかったんですね。つまり最初のタイヤのいい状況でエンジンのいい状況、それが少しこう落ちてきた状況であってもほぼほぼ変わらないペースで走れちゃったっていうね。そして一番のねやっぱり素晴らしいなって感じた部分に関してはコントローラブルだっていうことですね。これがね表現するのとても難しいんですけど、コントロールできる範囲がすごく広いですから、もうあとね10センチ、もうあと5センチっていうね、そういったギリッギリまでねラインを攻めて走ることができちゃうぐらい、そのぐらいね許容範囲が広いんですよ。なんで、ちょっとねあんまりにも楽しくて調子に乗ってねオーバースピードでコーナーに入っちゃった時もあったんですけど、これ普通の車だとかなりデンジャラスな状況で、もうドキッとね冷や汗をかいちゃうようなシーンでもね難なくね車が曲がってってくれて、もちろんドキってね人間はしてるんですけど、車の方はしらーって感じでね、こればっかりは乗っていただかないとねわからないところもあると思うので、ちょっとね興味がある方はぜひディーラーに行ってね試乗されることをお勧めします。ストリートではねなかなかねそんな限界なハンドリングまではもちろん試せないんで体感するのは難しいと思いますけど、それでもねハイウェイで時速100キロぐらいでね走ってる時、200メーターぐらいの先を見てあそこに行きたいなってちょっとねイメージで思って、イメージだけでステアリングを切っていただくと本当にねその行きたいところに楽に行けるんですよね。あとはねドライバーに対して過度な緊張を要求しないっていうところもこのミーラの美点ですよね。それはねサイズ感もありますけど、このソフトなねイメージのサスペンション、これがこのままねソフトのままだとハイスピードコーナーリングしたねそういった状況の時腰砕けになっちゃうんですけど、決してそんなことはなくてね、それなりのね高いコーナーリングスピードでコーナーに入っていった時、それなりにロールは伴うんですけれど、そのロールに対してのねリニアにレートが上がるっていう、そういったねスプリングレートを採用してると思うんですけど、この多分スプリングがねすごくマッチしてるんでしょうね。ダンパーでねそのあたりを抑えようとしちゃうとこうぴょこぴょこね跳ねちゃうんですよね。でそういったね嫌な跳ね感も全くなくて、しっとりしなやかで、もう上質と言ってもねいいぐらいのワインディングでもね乗り心地が良かったんですよね。でタイヤにね荷重のかかった状況でもグリップがきちっと増してくれる、とってもね好ましいお手本のようなねハンドリングでした。今こうしてねストリートを走っていてももうとっても乗り心地はいいです。なんでこのね低いかっこいいルックスの車からはねちょっと想像できないぐらいコンフォートな乗り心地も実現できていて、他のねメーカーのスポーツカーはモード切り替えでねエンジンマネジメントだけでなくてダンピングレートが上がったり、そういったねサスペンションのコントロールも電子制御で今は行われてますけど、このエミーラに関してはメカニカル式を踏襲していて、この辺りはねメーカーが積み重ねてきたノウハウの多さで、ロータスはね2枚も3枚も上手なんだと思いますね。やっぱりロータスらしいなと思ったのはこの足元なんですよね。僕はいつもスポーツカードライブするときは
レーシングシューズに近いドライビングシューズを必ず履くんですけど、ちょっとねそういったスポーツ用のね靴に変えないと狭いぐらいね、ペダルとペダルのクリアランスが狭いんですよね。ここはねちょっとスポーツカーメーカーらしいなって、ロータスらしいなと思ったところですよね。さあそれでは首都高をちょっと走ってね、どんなハンドリングか試してみましょう。今までねトゥアーモードでずっと走ってきたんですけど、そのままトゥアーモードのまま行きます。このねコーナーに来るとね、もうカーブを曲がるぞって意識しなくてもね、スーってやっぱりこのフロントのね反応の良さ、それとこの自然さ、この辺りがね、ライトウェイトスポーツカー、そういったね味付けなんですよね。この辺りはねサスペンションジオメトリーの独特のノウハウがあるんでしょうね。やっぱり決してね 1.4 トンあるスポーツカーなんで、そこまでねライトウェイトではないんですけれど、でもこのフロントがスーッと入っていく感覚がね、もうまさに1トンレベルのライトウェイトスポーツカーのテイストなんですよね。今ねそこそこ大きいメジ段差ボンボンって越えてってますけど、ドライバーに来る振動に関しては全然コンフォートのままですね。おそらくねサスペンションもとってもよく動いてると思います。ですからスプリングレートも結構ね低めのものをチョイスしてるんじゃないかなって想像しますね。オートマティックモードで走ってますけど、今ギアはね6速を選択していて、この車内はね平和そのものと言ってもいいぐらい快適です。なるほどね。これならね本当に日常使いでパッセンジャーにね乗せて人を移動しても全然使えちゃいますね。足動いてると分かってもらえると思うんですよね。この味付けはね素晴らしいですね。やっぱりねシャシー構成が高いからこそサスペンションが正確に仕事してくれるんですよね。そういったねもう本当にいい意味での典型の1台ですね。じゃあちょっとねスポーツに変更して少し走ってみましょう。マニュアルモードですね。バルブ開いてるんでしょうね。いいサウンドしますね。ワインディングでもね感じたんですけれど、このフロントに370
リア350件を持つねこのブレーキなんですけれど、フロントが4ピストン、リアも4ピストンですから、ちょっとね頼りないのかなって思う方もいるかもしれないですけど、いやいや、もうねストッピングパワーの強烈さも十分以上なんですけど、それよりねコントロール性の高さにねびっくりしたんですよね。っていうのはフルウェットの路面だったんで、当然ねブレーキもガツンって本来は踏めないんですけれど、その ABS がねもうギリギリ効くか効かないかぐらいの、そういったねシビアなねコントロールしなきゃいけない状況で、とってもね扱いやすかったんですね。これはね本当にびっくりしましたね。やはりねもう一つ一つ細かな部分のね車の仕上げのフィニッシュレベルが、ロータスっていうね名前だけじゃもちろんなくて、そこで働いている人たちがどのぐらいねこのスポーツカーが好きで、そしてやはり技術力もね高いのかっていう、そういったねところがこの完成度の高さにつながってると思うんですよね。そのあたりはねさすがに長年ねスポーツカーを作り続けてきたノウハウがものを言ってると思うんですけれど、でもね考え方もあるんですよね。速ければね楽しいかって言ったらまたそうでもなくて、昔からねロータスってそこまでねパワフルなエンジンじゃないパワーユニットを搭載していても、とってもねサーキットでも速いラップタイムを刻むことができたり、そこはね車体の設計の素晴らしさとかね空力の良さとか、あとはやっぱりドライバーに対しての優しさというかね、ドライバーがどうしたいのか、どう感じたらね扱いやすくてその車の性能をフルに発揮することができるのかといったね、そのドライバー視点での車作りの完成度の高さはこうしてねたっぷりとドライブしてみて初めて分かることなんですけれど、ロータスはね、超一流、そういったね車作りをしてるんですよね。この明治段差をタタンタタンってね乗り越えるのも気持ちいいですね。やっぱりスポーツカーはいいよな。最後にちょっとトラックモードも少しだけ試してみましょう。今ね2500回転からなんですけど、とっても鋭い加速しますね。ワオ。やっぱりねトラックモードは鋭い加速しますね。でもねこのエンジンマネジメントとそれからサスペンションのセットアップが連動していないんで、エンジンはねとってもつきが良くなってパワフルさを増したんですけど、この乗り心地やねサスペンションストロークとかは変化しないんで、これはこれでねとっても好感度が高いですね。サーキットねのようなそういったステージで本当にラップタイム詰めるっていう方にはね、このトゥアーパックって言ったのかな、その2つ選べるんですよね。スポーツとトゥアーと。ですからサーキット志向の方はスポーツサスペンションを最初に設定してオーダーいただくのが必要なみたいなんですけどね、きっとそちらはねもう少しダンピングレートも上がって、乗り心地もねハードに当然なるんですけど、その代わりねワインディングやサーキットではこのエミーラの持つ実力をねフルに発揮できる、そういったねサスペンションになってるでしょうから、チャンスがあればねそちらもドライブしてみたいですよね。なんかねト
ツアーモードでもね普通に十分以上の加速してくれますね。今ね3400回転ぐらいからスーってちょっとねフルスロットではなくてハーフスロットぐらいまで踏んであげてもね相当俊敏な加速はするんで、まあもうこのストリートではねツアーモードで十分ですね。よほどね道が空いてればの話ですけど、まあスポーツモードまで使うかなどうかなっていうそんな感じですね。もう十分以上に速いんで、これだけね素晴らしいスポーツカーを作れるメーカーなんで、ガソリンエンジン車をねやめちゃうっていうのはとっても寂しいニュースなんですよね。まあできればねまだまだ長きにわたって次のモデルそれくらいまではねこのガソリンエンジンを搭載したスポーツカーを作り続けてほしいっていうのが僕の希望です。